はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？いつもと違う場所で撮影していますが、特に変わりはございません。はい、ご安心ください。テーブルの場所を変えただけでございます。はい。ということで、今日もリクエストにお答えしていきたいと思います。今日はペイトリオンからの、ペイトリオンのメンバーから質問です。はい。日本の税金について教えてください。日本では税金を払うと、その代わりにいろいろな商品、温泉券とか和牛とかがもらえるらしいですね。これは本当ですか？はい。こちらリクエストありがとうございます。今日はね、税金のお話なので少し難しいと思います。わからない方はぜひトランスクリプト見たり、YouTube 動画のサブタイトルを見たりしてください。で、この制度があるのは本当です。はい。日本には、税金を払うことで、その代わりに商品がもらえるという制度がございます。はい。これはね、ふるさと納税っていう制度になります。多分聞いたことある人もいると思います。これが始まったのはね、2008年とか、もうちょっと前かな、わかんないんだけど、結構前なんですけど、ここ5年ぐらいですごく注目されている、すごくお得な制度になります。ただね、簡単なんだけど複雑なんだよね。なのでこれを詳しく説明していきます。はい。どういう制度かというと、自分が選んだ町、例えば北海道のなんとか市とか、新潟のなんとか市とか、どこでもいいんですけど、自分が選んだ場所に、お金を払うと、そのお金を払った分の 30% お礼で、その場所で、有名なもの、取れた名産品っていうのが返ってくるっていう制度になります。はい。って感じだよね。お金を払うってことは寄付なんですかって思いますよね。はい。そうなんです。これふるさと納税って言ってるんですけど、別に税金をその町に払ってるわけじゃなくて、寄付なんですよ。はい。でも面白いからくりがあるんですね。はい。なんでこれがお得と言われるのか。はい。今の説明だと、寄付してその 30% のものがもらえるって普通じゃねっていう。特にお得というか、って感じじゃないって思うじゃん。でも、今回のこのふるさと納税のお得な部分っていうのは、例えば5万円、北海道にの、札幌市とかに払うとしますね、5万円を。で、そうすると、30% 分の、例えば、いくらとか、お米とかが返ってくるんですよ。5万円の 30% のお金がちょっと私は計算ができないんですけれども、結構もらえるんですよね、いろんなものが。はい。で、これだけではないんですよ、この制度。プラスで、例えば5万円をそのところに払ったとすると、その北海道の札幌市が5万円のレシート、領収書をくれるわけですよ。あなたは札幌に5万円を払いましたよ。寄付してくれましたよっていう領収書、紙がね、届くんですよ。で、その5万円を、なんて言うんだろう。税金の計算の時に、国に提出するんですね。私は札幌に5万円払ったんですって言うと。そう。で、そうすると、その5万円分、税金が、マイナスになるんですよ。こういうシステムなんですね。もっとね、本当は細かいんですよ。もっと本当は細かいことがあるんですけど、簡単に言うと、こんな感じです。はい。で、なんでこの制度ができたかというと、そもそもね、やっぱり問題としてあるのが、地方にお金がないという問題なんですね。みんなやっぱり大都市東京とか大阪とかに集まっていて、田舎の方に人がいない、そしてお金がないという問題が出てきてるんですよね。はい。それを助けるためにできたのが、このふるさと納税という制度なんですね。はい。でも、最初はそのお礼の品をあげるっていう制度はなかったんですよ。
ただ単にお金を寄付して、その分の領収書が出て、その分の領収書を国に見せると、税金が安くなりますよっていう、これだけの制度だったんですよ。でも、これだけの制度だったら、ただ単に、なんかめんどくさいだけで、誰もやってくれなかったんですって。それで、その地方の、その人たちが、じゃあ、自分たちの土地で採れた美味しいもの、有名な名産品を、お礼で送りますので、っていうふうに、始めたんですね。それで今のふるさと納税がすごく大人気になったというわけでございます。はい。ふるさと納税って言ってますけど、自分のふるさとに、申し込む人もいますし、全く関係ないところに申し込む人もいます。ちなみに東京もあります。はい。東京に申し込むこともできる。で、東京のやつでも見てみたんだけど、東京だとなんか高級レストランのディナーチケットとか、なんか寿司屋のディナーチケットとかをもらえるみたいですけど、でも東京は金持ってるからね、なんか嫌だよね。だったらもっとなんか人が少なくてでも美味しいものがあるところにね、寄付した方がいいよなっていう気持ちになりますよね。ちなみに今ふるさと納税どのところがどんなものをやってるのか調べてみました。はい。ちょっとランキングがあったのでこれを発表しますね。一番人気ふるさとチョイス人気ランキングっていうのがありました。はい。1位はですね、はい。北海道産天然秋鮭いくら昆布醤油漬け。はい。いくらですね。1万円分でございます。はい。やっぱりみんないくら好きなんだね。360g 結構ですね。美味しそう。はい。これが今一番人気な品みたいですね。だからこの北海道の寿都町っていうのが今一番なんていうの納税されているふるさと納税からの寄付をもらってるところっていうことですね。はい。で、2番目、黒毛和牛切り落とし1キロ A4 A5 ランク1万円。熊本県の天草市。はい。次、北海道の紋別市、オホーツク産ホタテ。うわ、うまそう。1キロ1万4000円ですね。うわ、やっぱ北海道人気ね。うまいもんな。はい。で、4位が、新米20キロ。うわ、マジかよ。これ私欲しい。相模海苔。はい。佐賀県の上峰町かな。1万円ですね。20キロ。米20キロ欲しい。うまそう。はい。次、第5位。いいね。和歌山県有田山小粒みかん約5キロ。みかん5キロって結構すごいな。5000円。結構安い。和歌山県の湯浅町。これは多分季節ですね。今は季節なんでね、みかんは。うまいよね。あとはハンバーグ、福岡県。もつ鍋、福岡県。牛タン、熊本県。若鶏、もも肉。宮崎県。黒毛和牛、おまた肉ですね。鹿児島、あと、いちご、マグロ、いろいろありますね。やっぱ肉、魚とか多いかな。はいはいはい。私は米がいいかな。米。米ってやっぱ一番使うし、米か、フルーツもありだな。でもフルーツだとちょっと腐らせそうだな。どうやって送られてくるのかわかんないんだけど。ねえ。いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃお得でいい制度だと私は思います。はい。私もね、できたら今年からね、始めていこうと思うんですけど、ちょっとね、私フリーランスなので、申し込みがめちゃめちゃめんどくさそうなんですよね。ここだけがね、問題。ふるさと納税の問題って、ちょっとややこしいんですよ。そう。なんかその寄付できる金額っていうのは人それぞれ決まってて、その金額っていうのが自分の年収の、何パーセントっていうふうに決まってるんですよ。そう。いくらでもできるわけじゃないってことね。年収の、例えば1000万円の年収がある人だったら、あなたはなんか月に、なんか20万とか30万とか、はい、できますよみたいな、そんな感じでわかんないですけど、で、それをね、計算してやんなきゃいけないのがちょっとだるいんですけど、はい。
もしね、ふるさと納税ができる人がいれば、ぜひやってみてくださいね。日本で。はい。今日はこんな感じで、ふるさと納税のお話でした。はい。今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。水木先生とのコラボビデオ、コラボポッドキャストが、公開されていますので、ぜひ見てみてくださいね。結婚についてお話ししています。はい。難しいよね。いろいろ人生って。あと、水木先生のチャンネルにも私登場していて、水木先生のチャンネルでは、私の会社員だった時の時代のお話をしています。はい、懐かしい話をいろいろしましたので、ぜひこちらどちらも、見てみてくださいね。はい。もちろんポッドキャスト、Apple Podcast とか、Spotify でも聞くことができます。はい。あと、ペイトレオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトレオンのね、オンラインイベントを無事終了しました。こちらご参加いただいた方、ありがとうございました。めっちゃ楽しかったですね。本当に。私の想像の何倍も盛り上がってくれて、もう何倍も皆さんたくさん喋ってくれて、すごく、もう私としてもすごく幸せな時間でした。皆さんもね、楽しい時間って思っていただけてたら、とても私も嬉しいです。はい。また近々、またオンラインイベントをやろうと思いますので、ご参加お待ちしております。はい。クイズ大会がマジで面白かったね。なんかいろんなクイズを出したんですけど、その中で漢字の書き順について、書き順じゃないな、画数か。この漢字は何個画数がありますかっていう問題があったんですよ。卵っていう漢字を出したんですよね。で、卵って1、2、3、4、5、6、7画なんですよ。なんですけど、このイベントに参加してた、中国出身、香港出身、台湾出身の人みんな間違えてたっていう爆笑しましたね、あれは。はい、ダメじゃんっつってね、みんなそれぞれ別々の書き方があったみたいで面白かったと思いました。はい、そんな感じ。あとシャドーイングコース、こちらもメンバーまだ募集しております。発音を上手になりたい方、話す練習したい方、ぜひ、ご参加お待ちしております。はい。じゃあ今日はこんな感じで、また次回。さようなら。